皆さんこんにちは。バーチャル YouTuber をしているメイドのリコです。今回は私へのクリスマスプレゼントとして買った作品を読んでいこうと思います。タイトルはこちら。信じていた仲間たちにダンジョンウクチで殺されかけたがギフト無限ガチャでレベル9999の仲間たちを手に入れて元パーティーメンバーと世界に復讐&ざまあします。です。作者は、明鏡止水様です。作者様には申し訳ありませんが正直、リクエストになかったら買うことはなかったでしょう。だって明らかに、クソ長タイトルは危険すぎる。タイトルがあらすじな時点でもうきつさがプンプンです。怖いですが、せっかくリクエストしていただいたので読ませていただきました。これよりネタバレと多分な批判を含みます。嫌な方はチャンネル登録をしてからブラウザバックしてくださいね。あなたの体調の方が大切ですから。本当にいいですか？本当に始めちゃいますよ。それでは無限ガチャのあらすじはこちらです。信じていた仲間たちにダンジョンウクチで殺されかけたがギフト無限ガチャでレベル9999の仲間たちを手に入れて元パーティーメンバーと世界に復讐&ざまあします。タイトルのまんまだって？ではもう少し詳しく1話の内容を見ていきましょう。この世界には9つの種族が存在している。ドラゴニュート、エルフ、鬼人、魔人、ドワーフ、ダークエルフ、ケンタウロス、獣人、そしてヒューマン。あらゆる能力において他種族より劣っており、見下され差別されている。そんな世界の中、種族の集いというパーティーが世界最大最強最悪ダンジョン、奈落に挑戦中だった。かなり弱いが、どうにか戦闘の役に立ちたいと思い、前線に立とうとする主人公、ライト。命がかかってる戦闘で邪魔しかしないライトを守る仲間たちは海外しくライトの世話をする。そんな仲間たちと一緒にいられて幸せを感じているライトだったが、ダンジョン内で唐突に追放宣言をされてしまう。先ほどの甘々に優しかった態度とは打って変わり、ゴミだの同じ空気を吸うのも苦痛だっただの。激しくライトを嫌悪し、すべて演技だったとばらされる。なぜこんな回りくどいことをしていたのかというと、ライトが授かったギフトが原因だった。この世界では10歳になると稀にギフトというものを授かるようだ。ライトは、無限ガチャというランダムで何かしらのアイテムを手に入れられるギフトを持っている。そのせいでライトは、マスターではないかと疑っていたが、全くの役立たずだと判断して捨てることにしたのだった。つまり、パーティーからの追放ではなく、この世からの追放なのだ。元仲間たちからいたぶられ、殺されそうになる寸前。電気トラップに触れ、間一髪逃れることができた。尊敬し、信頼していた仲間たちに裏切られ、憎しみの炎を燃やすライト。しかしここは凶悪なダンジョン内、先ほどと変わらず危険な状態だ。自分のステータスをライトに見せつけ、獲物に対し残忍な笑みを浮かべる神話級の魔物が現れてしまった。復讐を果たす間もなく命を落とそうとしていたライト。必死の思いで、自分に残された唯一の力である、無限ガチャのボタンを押し続けると、今までにない演出が発生して、中からメイド服を着た巨乳お姉さんが出現。方法はわからないが速やかに魔物を細切れに粉砕。ライトの姿を痛ましく思い、すぐに治療もしちゃうのだ。侍のようなメイド道を見つけた初手好感度マックスで絶対の忠誠を誓った従者を召喚することができたライト。メイドは自身のことを、スーパーウルトラレアカード、レベル9999、探求者メイドのメイ、と挨拶をした。メイの鑑定で無限ガチャを調べると、なぜか強固な隠蔽が施されており、凡人では詳細を知るのは不可能に近かったようだ。無限ガチャは、その名の通り無限にガチャが引けて、魔力濃度により排出確率が違ってくる仕様になっていた。だから奈落最深部でガチャを引くと、ランクの高いカードが排出されやすくなるとのこと。その特性を理解して奈落最深部まで単身で来るなんてさすがライト様。と興奮するメイだが、それは違うと、ライトはこれまでの経緯を全て話した。主人愛が天元突破しているメイは、即座に元メンバーたちの首を取ってこようとするが、ライトがそれを拒否する。自分の手で復讐をしたい、と思っているからだ。さあこれから復讐の準備に取り掛かろう。という感じの1話でした。
リクエストの備考欄にも書いてありましたが、オーバーロードですね。いや、オーバーロードを例えに出すのは失礼すぎるんですけれど、主従関係だけはそんな感じです。主従関係だけはね、ガチャで出てきた女の子たちが無条件にライトを絶対の主君として慕う様が似ています。オーバーロードだって、もともとは自分たちで作成したキャラが人格を持ったから、想像したるアインズたちを主君と仰いでいるわけですから、そこだけ。あとはもう全然違います。何が違うって、自分で設定を考えてキャラを造形したわけではないということですよ。ガチャで勝手に出てきただけだから、ライトからすれば何も愛着がないわけ。親代わりにこの子たちを守ろうだとか、将来を心配したりとかがないの。最悪死んでしまっても関係ないわけですよ。またガチャればいいだけだから。薄っぺらい。それに容姿も人格も決まった状態で出てくるから、いわば動く人形ですよね。そこに魂はありますか？あるんだとしたら、勝手にライトを絶対の主君として使えなければならなくなった魂がかわいそうすぎます。ないんだとしたら、ライトがダンジョン浴地で一人お人形遊びをして悦に浸っているだけ。どちらにせよ負の感情しか起きません。制限なしにいくらでも引けるガチャとか舐め腐ってるとしか思えないし、主要キャラは萌えキャラ仕様だし、一体何のガチャなの？そういうところだよ、気持ち悪いの。たくさんの美少女キャラを並べて殿様気分を味わう姿は非常に気持ち悪い。ライトに向かって何か言葉を発するたびに鳥肌が立って震えました。せめてですよ。ガチャの制限をかけるか、ひどい副作用。死ぬ方がマシと思うほどの頭痛が起きるとか。自分でキャラメイクして人格も設定してあげていれば、多少なりとも嫌悪感は減ると思います。誰かからもらったお人形ではなく、自分の手で作った愛着あるお人形になるわけですから。と、ガチャから出てきた美少女についてだけでこんなに話してしまい申し訳ありません。この物語の中核部分で、ここに諸悪の根源がぎゅっと凝縮されているから仕方ありません。悪いところばかり言ってしまったので、今度は良いと思ったところをと思いましたが、まだ悪いところがありました。復習パートでのイキリがすごいのなんのって。生きっていないセリフを探す方が難しいです。レベル9999だぞ。すごいだろ。っていう、見下してた相手を見返すザマー展開って言うんでしょうか？それをやっていますが、自分の実力ではないのによくそこまでイキリ散らかせるなって思います。やってたことを察するに、ボタンを押すのとお人形で規制レベリングしてただけでしょ？ 3 年間の後半になるとどうなっていたかはわかりませんけれど、別に生きるなとは言いません。誰だって絶大な力を持ったら傲慢になっちゃいますよね。正統派主人公みたいなのは置いておくとして、生きるに値する道のりが欲しいんですよ。急に3年分キングクリムゾンして最強になったぞ。では読者が置いてきぼりなんです。どこかで見たのですが、読者の主人公に対する評価が、作中での主人公の評価を下回っているから生きっているように見える。という意見がありました。ですから、読者も納得の経緯や環境が整っていないと気持ち悪いと感じてしまうんですよ。3年間復習のために、ガチャではなく自分の力のみでレベル9999までいった努力を見せてください。それに、3年間かけて準備してきたって本人は言っていますが、ボタンを押すのとモンスター討伐する以外何してたの？準備してきたって言うならさ、各国の情報収集をしっかり調査していると思いますよね。元仲間の所在地を突き止めていたりすると思いますよね。全くしてないですからね。これから進軍しようって言ってようやく情報収集を始めようか、ですから笑っちゃいます。じゃあ何の準備をしていたんだと。たった一人の意見を参考にして、僕たちの分は世界に通用するんだなってさ。ここもオーバーロードとは雲泥の差ですよね。アインズ様は息抜きに、じゃなかった、情報収集プラス建国のために冒険者として活動をしていたんですから。情報収集や自分たちが出るための土台をある程度作った後、じゃあ表舞台に出ようか、とプロセスを踏んでるんです。戦力については、僕たちの考えた通りだ、みたいなことも言っていたから、実は調査をしていたのかもしれません。だったら情報収集なんてもはやする必要がないじゃんっていう話になるんですよ。
頭いいように装いながらも、この3年間の内容は何も考えてないんだろうなというのが伝わってきます。さすがに悪いことばかりで終わるのは申し訳ないので、いいところを言って終わろうと思います。まず、作画は良かったと思います。モンスターのデザインだったり、美少女たちの姿だったり、これだけ美少女たちで溢れ返っていますが、無理やりエロ描写を入れなかったのもポイントが高いです。キャラたちの表情もすごくわかりやすく、感情が伝わってきました。漫画家さんは非常に好きです。ありがとうございました。設定面としては、ただ使えないから追放というわけではなく、マスターという存在ではなかったから、というちょっとした謎を入れているのは面白いと思いました。読者の気を引く謎があって、ただ読み進めるよりはだいぶいいです。謎は気になりますし、知りたいとは思いますが、それを上回るほどのキモさがあって読む気が起きない、という感じです。マスターという存在がどういうものかだけ知れれば、後の興味は薄れますね。結構長くなってしまい申し訳ありませんでした。それでは終わり。今回のレビューはいかがだったでしょうか？このような感じで、私が思ったことをありのままにレビューしていきます。このような私にレビューしてほしい作品がありましたら、概要欄にあるリクエストページよりリクエストをお願いします。気に入っていただけたらコメント、高評価、チャンネル登録をよろしくお願いします。また次回、レビューしたい作品がありましたら、お会いいたしましょう。